今回はきゅうりの中華漬けの作り方をご紹介します。ご飯のお供としてもお酒のおつまみとしても相性が良く、さっぱりしてこれからの季節にぴったりのレシピです。では早速作っていきましょう。今回はきゅうり5本で作っていきます。おおよそ 500g でした。細めの場合は6本にしたりと調整して作ってくださいね。きゅうりはよく洗ってから端を切り落とします。端をくるくるすり合わせてアクを抜きましょう。きゅうりのアクは両端に溜まっているので、切れ端をすり合わせることでアクが抜けていきます。農薬や有毒なシュウ酸体窒素や放射性物質もこの部分にたまり、農薬やシュウ酸が多いほどアクも多く出る傾向にあります。青臭さも抜けてきゅうりの美味しさが変わってくるので、ぜひお試しください。白い泡がアクなので水で洗い流しておきましょう。今回はきゅうりを丸ごとつけるので、味が染み込みやすいように切り込みを入れていきます。蛇腹切りです。すべてを切り落とさないように3分の2くらいまで切りましょう。裏返して反対側も同じように切ります。1ミリ幅くらいに切っていますが、味を染み込みやすくするためなので大雑把に切っても大丈夫ですよ。両面切れるとうねっと曲がるぐらいまできゅうりが柔らかくなります。全部切ってしまわないように割り箸や菜箸を置いて切ると、これが目安になるのでうまく切れると思います。お箸を置いて切るとこれ以上包丁がいかなくてきゅうりが切れてしまわないので切りやすいです。きゅうりの蛇腹切りは日本料理でよく使われる切り方です。こうすることで食感が柔らかく仕上がりますし、調味液も浸かりやすくなります。今日はジッパー付きの保存袋で漬けます。あとは調味料をつけるだけなので簡単です。そしたらここに調味料を入れていきます。醤油は大さじ3、お酢は大さじ2杯入れます。みりんは大さじ1、ごま油は大さじ半分、すりおろしにんにくを小さじ半分とすりおろし生姜を小さじ1入れます。鷹の爪はお好みで、辛くなりすぎないように種を抜いてから入れました。辛いのがお好きな方は種ごと入れてしまっても大丈夫です。空気を抜いて口を閉じ、全体をなじませるようにすり込みます。きゅうりのお漬物は塩漬けしてから漬けるものが多かったりしますが、今回はそのまま漬けても美味しくいただけるレシピです。いりごまを入れるのを忘れていました。大さじ1入れてください。
全体に調味料が馴染んだら重しになるものを置きます。500g くらいの重しを置いたら冷蔵庫で最低でも半日、できれば1日寝かせます。1日経ちました。見た目からは分かりづらいんですが、触ると柔らかくなっていて調味料が馴染んでるのが分かります。蛇腹になっているおかげで食べやすいので、大きめに切るとシャキシャキ感が楽しめて美味しいです。私はボリボリと食べ応えがある感じが好きなので、ちょっと大きめに切りました。完成です。きゅうりの中華漬けいただきたいと思います。いただきます。切り込みをしっかり入れたので中まで味が染み込んでいて、しかも食べやすいです。ニンニクと生姜が効いているのでおかずにしてもよし、おつまみとしても良いと思います。食べ終わった後に漬け汁が結構余ってしまうと思います。きゅうりの水分で少し薄まっているので塩を小さじ1、ニンニクと生姜を少しずつ足したらもう一度きゅうりを漬けることもできます。一度目よりは若干薄めの漬かり具合ですが、このように漬け汁を再利用することもできます。きゅうりの中華漬けを少し小さめに切ってお豆腐の上にのせ、漬けだれをかけても美味しいです。先ほどと同じようにお塩や生姜を足してタレとして利用するのも良いと思います。一番おすすめな漬け汁再利用は冷や汁アレンジです。味噌を小さじ1から味を見ながら入れます。すりおろし生姜を少々、いりごまを小さじ1杯入れたらよく混ぜます。具材はお好みで。今回は簡単にきゅうりの中華漬けとお豆腐だけにしましたが、サバ缶やツナなどのお魚、みょうがや大葉などの薬味をプラスして本格的に仕上げるのもいいと思います。漬けだれ再利用の冷や汁なのでニンニクの風味があったりと本場の冷や汁とは少し違いますが、漬けだれまで余すことなくいただけるレシピです。いただきます。きゅうりも味が染みていてさっぱり食べられるので、これからの季節におすすめの一品。簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。